心の薬チャンネルをご覧の皆さん、久保です。ちょくちょく言いますけど、読書がすごい人生にとっていいっていう話をしたんですけどね、読書の仕方っていうかな、読書をうまく好きになれるやり方みたいのを紹介したい。僕よくいろんなところで話した時に言うんですよ。読書絶対した方がいいですよって言ったらね、どうだろうな、3割ぐらいかなの人はね、こういう人多いんですよ。いや、分かってはいるんですけど、読書って合わないんですよ。一冊全部最後まで読んだことがあまりないんですよっていう人多いんですよ。読書が苦手っていう人多いんですよ。読書のすすめっていう本があるぐらいで、読書をどうやったらうまくなるかっていう、その本にも出てくるんですけども、いくつか紹介するとね、一つはですね、本っていうのは食事みたいにすごい肉料理みたいに重たいけどすごく美味しい栄養になるっていうようなものもあるし、サラダみたいなちょっとサラサラっと食べれるけども疲れてる時でもさっと食べれるとかありますね。いろんな種類が。本が苦手な人はね、一冊買って一冊読もうとするからなんですよね。読書の達人と言われる人、僕知り合い多くて聞いたらね、ほぼみんな言いますね。同時に5冊ぐらい持ってて手元に、今日は通勤途中しか聞けないから読めないのでちょっとあっさりしたやつ行こうとかですね、今日はどうかすると夕方からずっと時間がちょっと空いてるんで、ちょっと好きなコーヒー飲みながら自分の庭でじっくり読みたいなっていう時はこの本読もうとかですね、毎日ちょっとずつも読めるしじっくりも読めるしっていう感じ。一冊目がその重たい肉みたいな本に出会ったらそれは無理なわけですよ。もうちょっと無理みたいな、何冊かまとめて買ってやるっていう読書、これ面白いです。おすすめですね。でもう一つはですね、僕は本田宗一郎さんっていう人が好き。本田宗一郎さんの本を読むじゃないですか。違う作者が本田宗一郎さんについて書いてる本があるんですよ。これまた何人もいるんですよ。たった一人の主人公なんだけど、違う人がその人と出会って書いてる本があるわけですね。それを全部読んでみるんですよ。そうするとね、この人から見た本田宗一郎そうなんやなってなってくると、実像が見えてくるって分かりますか？家康とか今流行ってますよね。上杉鷹山とか、ああいう時代の人もその書く人によって違うでしょ。いろんな角度で一つを見つけていくみたいな、ちょっとマニアっぽいっていうか、もう変な本をいっぱい読めるの、それが僕にとっては良かったんで、それがすごくいいんじゃないかと思うんですね。3つ目はね、なんとね、何冊か読んでいくと好きな作者って出てくるんですよ。これが好みが合うっていうか、自分が受け入れやすいその人の考え方とか気づき方とか、好きな作者ができたらその作者の人の本はね、間違いなく自分に体に合ってるんで結構さらさらって読めるんですよ。もう今電子で読めたりするじゃないですか。だからちょっとある一人の作者の人についてずっと掘り下げて読んでいくと非常にスムーズに読書が進んでいく。でまた外れがないですね。もう一個はね、単純なんですけど、自分が尊敬する人がおすすめする本は間違いない。そういうふうにして本を読むと非常に自分の身になるっていうか、買ってみたけどどうしても読みづらいと、難しいっていうのも出くわします。たまに僕も出くわしたことがあるんですよ。トイレに置いといてもう座ったために1ページ読むみたいな。そして読んでいくしかないですね。ある偉い方からどんな本がいいでしょうかって聞いたらね、ヒマラヤ聖者の生活探求って本がいいって言うんですよ。もうタイトル聞いただけでも絶対無理っていうもう僕には関係ないし入らないんですよ。もう読もうと思っても、向こうの遊牧民の人に興味ある人とかは面白い読むんですかね。もう僕は読めないからそこに置いて毎日1ページずつ今読んでる今日この頃なんです。自分の人生短いから自分の判断基準だけではなかなかうまく生きていけないから、やっぱり自分より優れた人の判断基準を勉強するのが読書なんで、ぜひ皆さん僕が今言った4つ5つのコツがあるんで、これを使って読書通になってください。また会いましょう。さよなら。